どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は iPhone SE の新型、つまり第4世代についてお話ししたいと思います。iPhone 14登場しました。9月に。その次はね、iPhone も15、15っていうね、お話の動画とかもね、いろいろあるんですけども、その前にもしかしたら iPhone SE が先に来るかもしれません。今の iPhone の価格見てくださいよ。一番安いモデルがなんと12万円からです。正直言うとね、iPhone 13とほぼ一緒です。見た目もそうですし、中身がね、微妙に変わってはいるんですけど、そんな中ね、やっぱ iPhone SE といえば、中身の性能もね、しっかりとしつつも、価格を抑えたね、モデルということで、それがじゃあどうなるか気になりますよね。はい、僕が一番気になってるんですけども、それではね、ちょっと見ていきましょうよ。僕がね、解説させていただきます。今回なんでそのデザインとかはもちろんなんですけども、発売時期とか、あと価格ですよね。やっぱ待つべきかどうかっていうところですね。どういった方におすすめできるのかっていうところもお話ししようかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければなと。ぜひね、なんで動画が良かったら高評価とね、チャンネル登録お願いいたします。今後もこういった情報出てくればね、すぐ動画にして分かりやすく解説しようと思いますのでね。はい、他レビュー動画もあります。ということで大丈夫ですね。いきますよ。ちょっとね、まずは簡単にその iPhone の今のラインナップを、ざっくりとね、分かりやすく説明したいと思います。ちょっと見たいかなと思うんですけども、全体像ですね。まずは。iPhone SE といえばもう価格が安くて、昔のデザインを使ってみたいな、やっぱりあると思うんですけども、ちょっとね、iPhone の、というか Apple のストアをね、簡単に見ていこうかなというところでございます。はい、でこれが今ストア apple.com ですね。一番上にストアっていうところが実はありまして、オンライン上の Apple 直営店みたいなありますと、ここら辺にねいろいろApple 製品についてモフィ何これこんなんあったんだ、こういったのがねいろいろあるので、見てみるの面白いと思うんですけど、今回やった iPhone なのでこの iPhone っていうところをねタップしてもらうと、今なんでモデルとしては新しいのが iPhone 14 Pro ですね。と Pro Max と14が9月に出ました。こちらレビューもしてるんですけども、あとなんで13 mini、去年のモデル、今回話題の SE ですね。これ第3世代ですね、今。で iPhone 12っていう形で、これが2年前のモデルですかね。あとこの iPhone のね、比較ができたりとか、サポートとか、いろいろ下取りとかにもね、あるんで、乗り換えとかね。この14 Pro は、14 Pro、14 Pro Max、今回はこの画面と、これですね、ダイナミックアイランド、あとこの衝突事故検知みたいな。車で事故したら119番。自動でやってくれるみたいなところですね。日本はちょっとまだ対応してなかったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、あともうこの48メガピクセルのメインカメラですかね。4800万画素。はい。このダイナミックアイランドが結構、今回の目玉かな、カメラとかが。で、14 Pro Max はでっかい 6.7 インチっていうところで、これ画面サイズの違いだけです、正直言うとね。はい。で、iPhone 14が今回売れてないみたいなんですけども、ぶっちゃけ13とね、一緒だからね。一緒なんで、14と14プラスっていう大きいサイズがあります。ちょっとカメラが良くなって、さっきの衝突事故検知もついてます。チップ中身とかは十分高性能だけど、デザインはほぼ変わらんところでございます。今回の iPhone SE はちょっと後で回して、iPhone 13が、その1個前なんで、見てもらったら分かるんですよね。さっき14とほぼ一緒です。なんで13買ってください。プロじゃない限り。13 Pro とかでもね、今ストアにはないですけど、13 mini もね、ちょっと後でこれもお話します。あと12とかもありますね。今回この SE がトナイト、これもスターライトレッドか、タッチ ID がね、ある。iPhone 7とか8とかと同じ感じですかね、大きさ的には。A15 バイオニックチップ iPhone 13と同じもの、中が高速だけど昔の iPhone を使ってるっていうね感じですねっていうのがざっくりした説明なんですけど、ちょっと iPhone SE の方のね第4世代ですね、今出てきてるんでいくつかデザインをね見たいと思うんですけど、これですね FPT、 これちょっと訳してるんで変な感じになってますけど、なんでこう大画面ですね、さっきのミッドナイト、おそらくプロダクトレッドとこのスターライトが出てきて、画面がざっくりと本当 iPhone XR 昔のやつで大画面になって指紋認証が多分なくなるという。でこれブラックミッドナイトか、なんでこういった、ノッチがある形の、おそらくフェイス ID だろうと。なんで背面は今までみたいな形なんだけど、正面が画面が変わりますよと。デザインはいいですね、やっぱ丸くて。今までのこのデザインを使ってくると。これがスターライトかな。いいね。やっぱ丸くて。ちょっと端子についても後で話しますね。カメラはおそらく一つだろうというところで、これがレッド。
いいですね。これあくまでレンダリングなんで予想画像っていう感じではあるんですけども、多分デザインをこの全画面のデザインを採用されるんじゃないかというところですね。っていうのがデザインのところでございました。よいしょと。はい。戻るんですけど、ちょっと新機能的なところ、新機能ですね、他期待できるところを全部どんどん言っていこうかと思うんですけども、デザインっていうところさっきと、で、次は2つ目がですね、USB-C 搭載ですね。これはもう Apple 製品、全般に言えることなんですけども、順次やっぱ今のライトニングケーブルっていうものから USB-C 端子に、全部切り替わっていくと思います。これからの新しい製品は。というのもやっぱ EU の法案っていうのが正式に可決されたので、ヨーロッパでいわゆるその電子機器ですね、スマートフォンとかパソコンを売るときにはもう USB-C 搭載じゃないとダメですっていうね、もう義務です、これは。なんで Apple も関係ないっていうところで、ただこれ一応猶予期間が2024年までっていうのがありまして、それまでに切り替えてくださいねっていう話ですね。で、実際にじゃあ最近登場しました iPad の10世代っていうのが出たんですけども、そちらもついに USB-C ケーブル、USB-C 端子になりました。ずっとライトニングだったんですけど、10年間。はい。9年間か。ただ、充電に関して言うと、そのマグセーフっていうの搭載はないんじゃないかなと思います。で、iPhone 12からその内部にですね、磁石っていうのが入ってまして、これによってくっつけて充電できたりとか、こういったアクセサリー類をですね、つけて、こういったリングとかつけて、使うことができるっていうね、これめっちゃ便利なんですけど、ある方が嬉しいんですけど、おそらくないんじゃないかっていうところですね。iPhone XR の個体を使うってなると。で、続いて3つ目としては、さっき見てもらったディスプレイですね。見てもらった iPhone XR と、おそらく同じようなデザインを使うということなので、画面サイズがやっぱり大きくなります。今まで 4.7 インチだったんですけども、おそらく 6.1 インチぐらいになるんじゃないかっていうところですね。ただもしかしたらちょっと小さめのその 5.7 インチっていうね、なんか話とかあるんですけど、大体なんで iPhone、10S とか、10R あたりのその画面サイズ感になるんじゃないかと。もちろん今の SE と比べると、その画面のね、解像度とか、もちろん綺麗さっていうのは上がるんですけども、ただ一応リキッドレティナ HD ディスプレイってものなので、10R は。おそらくその有機 EL ディスプレイじゃなくて、液晶かなっていうところですね。その分その価格を抑えたモデルっていう感じにはなるかなと。はい。有機 EL は多分使わないんじゃないかなっていう感じはしますけどね。新機能4つ目というか、もしかしたらというか、可能性としてはね、僕は非常に低いと思うんですけども、タッチ ID の搭載みたいな話もなくはないです。つまりその電源ボタンに内蔵されたタッチ ID がつくんじゃないかっていう話があります。つまり指紋認証なんですけど、実際にその今 iPad Air とか、iPad mini にですね、ピッてタッチするタイプ、指紋ロック解除するっていう入ってるんですけども、個人的には僕はないかなと思います。もちろんあったら便利ではあるんですけど、というのもその iPhone XR の、仮にそのデザインを使うんだったら、さっき見たそのノッチがあるんで Face ID 搭載されてるはずなんで、併用することになるのかなっていう感じになるんで、それだったら、そうなるとやっぱ今ね、新しい14 Pro とかそういうのにもついてないのに、その安いモデルにじゃあ両方つけるのかっていうのは、ちょっとそのおかしいんですよね。差別化としてバランスがおかしくなっちゃうんで、それとしたらその Face ID なしで、例えば指紋認証だけとか、これは非常になんかね、変な、じゃあノッチなんでついてるのって話になっちゃうんで、どうですかね。ここら辺もどうなると思いますか？皆さんというか Face ID と指紋認証どっちがいいですか？ぜひね、気軽にコメントいただければと思うんですけども、Face ID もやっぱマスクでロック解除もできるようになったので、どうですかね。あんまりそのタッチ ID をつけるメリットがあんまりないというかね、最後5つ目としてはですね、カメラかなというところですね。ただそのカメラの数値的なというか性能的な部分は、基本的にはそんな変わんないというか iPhone XR のもの、SE よりは良くなると思うんですけど、基本的にはカメラ一つ感じで超広角とかそういうのはなし。ただその iPhone SE のね、今の第3世代も言えることなんですけども、同じカメラ使ってるんだけど綺麗になってるんですよね。これなんでかっていうと、やっぱ中身のそのチップですね。今15バイオニックなんで、iPhone 13と同じもの、13と同じものが SE にも入ってるんですけど、要するに画像の処理っていうのが非常に上がってるんですよね。処理性能みたいな、イメージプロセッサーみたいなところですかね。要するに撮った後にすごいいい感じに綺麗にしてくれるみたいな、ざっくり言うと。おそらく最新のチップが使われると思うので、性能的にはすごいいいものになるかなと。デザインはやっぱその、基本 10R とかとさっき見てもらったような同じなんだけども、あと動画とかもやっぱ綺麗に撮れるようにはなるんじゃないかなと思います。ざっくりとちょっとね、比較してみると、今の iPhone SE と SE4 ですね。画面サイズが違うっていうところですね。5.4 と 6.1 インチかな。今の 10R と同じだとすると、指紋認証、タッチ ID から Face ID のおそらく顔認証になるだろうというところ。で、あと中身のチップが最新になるだろうというところで、A16 ですかね。おそらく今年になると、来年になると。ちょっと本体サイズはやっぱ大きくなります。っていうところあるんですけど、メリットで言うとバッテリー持ちですね。ここに関してはやっぱ良くなるんじゃないかなと
思います。2時間ぐらい伸びるかわかんないですけど、なんで本体重さも大体多分 190g ぐらいになるんじゃないかなと。今は多分SEが 140g 前後なんで、結構違いますね。はい。で、ライトニングが USB-C ケーブル、端子になると。ここら辺ですかね、主なところは。で、さっき言ったそのカメラとかの部分。こんな感じですかね。あとは Android とか、iPhone やっぱり12 mini とか13 mini とか、そこら辺も同じようなぐらいね、価格とかも同じぐらいになってくるのかなと思いますけど、Android で特にやっぱ Pixel 6a とか、ですかね。この辺はやっぱ有機 EL ディスプレイですし、カメラも非常に綺麗だったりするし、価格も今安ければ4万円台とか、大体5万円前後で買えるので、ここら辺と比較しちゃうと、いや、どうなのかなっていう iPhone ね、SE4 出しても、みたいなところはあるんですけど、正直ね。そもそもその、Pixel 6a のコスパがちょっとおかしいっていうのは、値段がちょっとおかしいんですよね。やっぱ円安なのに、ほぼ同じような値段で出してきたんで、Google さんも、かなり本気なんじゃないかなと思います。なんで、日本市場に対して。そこら辺もあるんですけども、発売時期についてですね、気になるところであると思うんですけど、今のところ早ければ2023年の3月あたりっていうのが、一番あり得るかなというところですね。iPhone SE はやっぱ他のやっぱ iPhone が、大体9月に出るんですけど、やっぱその間なんですよね。大体3月とかに登場してるわけなんで、ただその製品が登場するスパンというのがね、大体あるんですけども、大体2年おきに出てるんで、前の SE が2022年、今年の3月に出たばっかりなんで、1年でちょっと出るかどうかっていうのは微妙なところではあるんですけども、ちょっと2年経って出しても売れんのかなっていうちょっともう時代遅れ感がすごいある感じもするんで、もしかしたらその2024年のね3月っていう可能性もあるとは思います。正直ね、スパン的には。気になるあと価格についてなんですけど、おそらく据え置きであると信じたいところではあります。はい。そうなると今、iPhone SE がですね、第3世代が62,800円からなんですよね。64ギガだったかな、確か。それくらいかなっていうところで、正直今やっぱ円安なんで割高感っていうのは否めないっていうか、ちょっと高いなっていう感じはするんですけど、昔のデザインなどに。ただもう一つのその、プランとして考えられるところで言うと iPhone SE の3ですね。今のモデルと併売っていう形、一緒に横に並んで売ってるみたいな。大体入れ替わりでね、前のモデルはストアから消えるんですけど、そういう感じもしてて、というのも最近登場しましたその iPad の10世代っていうのも、前の9世代と今まではね、変わってたんですけど、一緒に売ってるんですよ。なんで今。なんでと思ったんだけど、価格がやっぱ価格っていうのもありますし、価格が高くなったんで、間に入ったみたいなところもあるし、ただおそらくなんですけど、多分ライトニングをまだ売りたいんじゃないかなっていうところがあって、ライトニング使ってほしいんですよね、やっぱり儲かるから。もちろんこれから新しい製品にそのライトニング搭載ってもちろんもできないので、なんで今のその iPad なり iPhone なり、古いやつを売りたいんじゃないかなっていう。そしたらライトニング使ってくれるんで、って考えると、そうなるとその間に入ってくるって考えるとちょっと値段上がるんじゃないかなっていうね。前と同じ値段で新しいの売ったら古いやつ売れないじゃないですか、当たり前だけど。なんで iPad みたいになる可能性は全然あるかなと思ってます。ただ今のところね、ただ朗報で言うとちょっとやっぱ円高になってまして、特に今日とかね、今12月半ば過ぎですけど、為替が結構今130円前半ぐらいまで戻ってきたので、これがじゃあ仮に120円とかなってくると、かなり変わってくるんじゃないかなってところはあるんで、ぶっちゃけその為替次第のところあるんで、ただその間にもしね入ってくるってなると本当7、8万とかになってくる可能性は全然あるかなと思いますね。今の iPad の値段とか見てると。ということで、じゃあ最後これ待つべきかどうかみたいなところ、iPhone SE 第4世代っていうところなんですけども、ただ今のところはやっぱりそこまでどうですかね、待つ意味っていうか魅力はね、僕はあんま感じないかなっていうところですよね。やっぱりその価格が安いんだけどその性能が高いみたいなね、やっぱその SE なんで、そういったとこが非常に魅力だったんですけども、それがやっぱ円安で上がっちゃってるし、あとやっぱ競合もねやっぱ強いというか、Android もそうですし、iPhone じゃあ12 mini とか13 mini とか、そこら辺も多分価格的にはすごい似てくると思うんですよね。じゃあそっちがいいんじゃないかっていう考えもあるし、でじゃあ機能的にすごいじゃあ目立つものがあるのかっていうと、正直そんなないような気もするんで、やっぱり今 iPhone SE とか、7とか8とかですね使ってて、とりあえずやっぱできるだけ安い価格でその iPhone を使いたいみたいな方ですかね。そういった方向けなのかなっていう感じはして
て、まあそろそろじゃあ Face ID でもいいかなみたいなまあやっぱその Android じゃなくてやっぱ iPhone を使いたいっていうね方もまあ結構いらっしゃるとは思うんで、まあ、Android もいいですけどね。ただそのやっぱ12ミニとかですね、やっぱ画面小さかったりとか、まあ、今回なんで 10R みたいになるってことはやっぱ画面のサイズ的にはやっぱりねちょっと大きいんで、これの魅力はあるかなっていう。まあ、ちょっと iPhone をできるだけその安く使いたいみたいな方であれば、まあ3月ぐらいはね、とりあえず待つのは一旦ありかなとは思いますけどね。まあ出るかどうかわかんないですけど、そこでやっぱ出ないとおそらく2024年までは来ないんじゃないかっていう気もするので、まあそうなるとやっぱ iPhone、まあ次の15っていうのが視野に入ってくると思いますので、まあちょっと今気になる方はですね、iPhone15、まあウルトラとかね、まあ価格はすごいことになりそうですけど、まあそういった動画もございますので、ぜひね、ちょっとご覧いただければなと思います。あとまあ iPhone、今ね、14 Pro のレビューだったりとか、あとまあそのマグセーフって言われるアクセサリー類ですね。そちらの動画もまあ結構好評でして、まあいろいろ上げてますので、まあそこら辺もちょっと参考にしてもらえばなと思います。ということでまた今後もね、こういった動画見たい方はぜひチャンネル登録、あと高評価もお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。はい、iPhone SE。今のところはやっぱなんか、って感じですけども、そろそろ全画面かな。まあでも中身の性能がすごいいいっていうところが、まあどうですかね。まあやっぱそこなのかな。値段の割には、まあ、だってね、iPhone 14 Pro とかとおそらく多分一緒のが乗ると思うんで、まあそこをどう捉えるかだよね。でもマグセーフは欲しいけどな、ぶっちゃけ。でもまだ今使ってない人からしたらでも関係ないんですかね、やっぱりね。まあ磁石もつけれるっちゃつけれるし、まあ無線充電もできるっちゃできるんで、そこら辺なんだよね。まあ Apple、儲け主義の会社なんで、どうなるかね。嫌味者ですよ。出るのかな、本当に。